こんにちは、まるこです。リビング〇〇猫部屋計画も第6弾。前回の動画ではウッド調の壁に猫たちがくつろげるボックスと取り外し自由なステップを取り付けました。まだまだ空いているスペースがあるので、おうち猫カフェを目指してどんどんグレードアップしていきたいと思います。日焼けしてる。日焼けしてる。マジこのカッティングボードをステップとして使っていこうと思います。大きいのが1つと真ん中のサイズが2つ、小さいサイズが2つのこの5枚をつけていく予定です。木を輪切りにした感じが可愛いなと思って買いました。結構なんか滑り止めにも滑らなくて大丈夫そう。このままやったらちょっと丸みがあってつく面がちょっとしかないから乗った時に怖いので、つけるところの部分をちょっとカットしてつける面を多くしてボルトで刺すって感じだね。 L 字で金具で留めようかって話も出たんやけど、ちょっと見栄え的にもこれがポンって浮いてる方がおしゃれやし、 L 字でもやっぱり側面が1個しかないとこの端に乗った時にブンブンビュンってなるんでね、みりちゃんこうジグソーで切ってつける感じです。ビュンビュンみたいな。綺麗綺麗。カッティングボードを端をカットしました。この青の印の位置につける感じでいきたいと思うんですが、よっで、こうくの字にしてこのパリパリボールをここにつける、この宇宙船の真下につけるイメージなんで、こういう経緯ね。はい、OK、はい。これ大取った5枚の板にもうステップを先つけて、でこの板ごとこっちに戻すって感じだね。はい、失敗した。本当はこんな形で寸切りボルト入れてここをはめて後ろからナットにしてつけようかなと思ってたんですけど、穴開けるの結構ちょうどいい感じに穴を開けるの難しいっていうのと、それを穴開けるために固定しようとネジでスリムネジで留めてたんですけど、意外とつけてみたら安定感あるんじゃねってなって、65mm のスリムネジやったら、これぐらいか、3本か4本刺したら、いけそうななんか気がしたので、ちょっと一回それでやってみたいと思います。いけんちゃん。いけるか。大丈夫そう。大丈夫そう。かわいいかわいい。
1x4 のこと考えるとこれぐらいなんで、無理やったらこれつけた後にこれをはいはい。ぶち込みますか。いけんちゃう。イエーイ。あ、これだけで止まってるだけだからこことはくっついてるけど、ここさあねじっとく？ねじっといて見栄えあれなんだけど、ここ1、2箇所いって、足になった。足になった。じゃん。眠たいな。おいけるやん。ええやん。やっぱそこに直でないけるようになったし、じゃあ次はここのスペースに塩たちも使ってるんですけど、このバリバリボールを宇宙船の下にちょっと上に上げてステップとつなぐ感じで置こうかなと思います。でこのバリバリボールがこのイメージかな、このバリバリボールをこのままつけるわけには強度が良くないので、置く台を下につけて、その上にこのバリバリボールをこうセットするみたいな合板で作りたいと思います。15と10。こうなるわけね。でかしゃもんじの上に、あ、いいやんいいやん。じゃあこの下に L 字ちょっとでかいやつでガンガンと止める感じですね。この青の印のつけた2箇所にバリバリボールをつける感じですね。でこっちが大きいバリバリボール止めるのと、こっちが小さいバリバリボールを止めるやつで2種類ずつ貼りました。こんな感じでつく感じやね。塩塩監督がちゃうって行きたそう、もう触りに行きたそう。おお、あ、でも全然下のこの板も気に収納、再収納スペースコミックスみたいな。じゃあ不思議花やろ。不思議花。バイーン。あ、いい感じいい感じ。今日全部丸いな作っ
これ全部丸でこのつけたバリバリボールなんですが、この板の上にこのバリバリボールをポンって上に置いてあるだけなんで結構滑るっていうか、このバリバリボールの下に液体ゴムを塗って、滑り止めみたいな感じでこの板とバリバリボールがくっつくようにしていこうかなと思います。ヘラちっちゃない？ないねんないねん。こんな感じでデコボコにどっちも塗っていきます。そういうとこやぞって。はい、これで乾かしていきます。こんな感じで透明になりました。2日ぐらい置いたんですけどやっと乾きました。あ、すごいめっちゃグリップ効いてます。これなら猫が乗るときに蹴ったりとかしても大丈夫そうです。三日月が来たらいいな。来たらいいな。ということで今回はここまで。猫部屋の壁もだいぶ完成に近づいてきました。完成まであともう少し頑張っていきたいと思います。このチャンネルでは主に自宅の DIY 関係や猫たちとの日常を発信していますので、チャンネル登録や高評価をお願いします。ではご視聴いただきありがとうございました。